こんにちは、ローズタイコです。いつもご視聴くださりありがとうございます。今日はスイーツになっちゃうんだけど、前の動画でも言ったと思うんですけど、冷凍庫から発見した小豆のあんこですね。お汁粉で作ったんですけど、煮詰まってあんこみたいになってて、それはそれでいいかなって思います。お水足せばお汁粉になるし、今日は白玉団子で食べようと思います。普通のね、白玉団子の粉と、あとね、この間行ってきた宮崎の出張先でマコモって知ってます皆さん？マコモ若葉パウダーっていう神が宿る草って言ったかな。なんか結構丈がね2メーターぐらいあるスーッとしたね葉っぱっていうの、草ですよね。そのマコモを育てている農家さんがいらっしゃって、その人からみんなこのマコモの草を買ってて、私出張先でいろんな人のお家行ったんですけど、みんなそのマコモを家に飾ってて、マコモっていうのは出雲大社のしめ縄を作ってる草らしいんですよね。はい、だからみんな魔除けというか神様代わりっていうのわかんないけど、マコモをね飾ってるお家がいっぱいあるんですよ。でそのマコモ農家さんがそのマコモをパウダーにしたものを売ってらっしゃって、それをねお客様が買って私にくださいました。ありがとうございます。私これ食べたんですよ、宮崎でいただいて。お味とかは抹茶と変わらないです。抹茶みたいな感じだから、ちょっとこれを今日入れてね、白玉に抹茶風の白玉団子にしようかと思ってます。ほんとこういう見えるかしら。ほんと普通の粉です。マコモパウダー、抹茶と変わらないでしょ見た目ね。神が宿る草なんで、これ食べたらどうなるんでしょうね。抹茶ラテとかもねやってみたいよね。そしてお湯を沸かします。白玉団子は耳たぶぐらいの硬さになるまでって言われてますよね。ちょっとマコモ入れすぎたかも。結構緑。今こんな感じ。すごいいい香りがする。そんな草っぽい感じではないね。このさ白玉の水加減って難しいですよね。硬いと思ってちょっと水出すとすごい柔らかくなっちゃったりね。ほんと最後が微調整です。お餅が硬くなっちゃうから直前にね焼くんだけど、白玉って茹でといてもね大丈夫ですね。なんかよもぎの草餅みたいな香りがする。こんな綺麗な緑になりました。最初入れすぎちゃったかなと思ったけど大丈夫そうですね。ちょっと今日食べてみて、また次作る時があったらマコモの量をまた調整したいと思います。丸めてちょっと真ん中潰してね。でこれが浮き上がってくるまで放っておきます。これ入れる時に形悪くなるよね。どうしたらいいの？まあいいか、売り物じゃないし自分が食べる分にはね形が悪くてもいいです。これね結構量できるかも。娘も食べるかもしれない。これなら結構ね好き嫌い多い子なんで、私が美味しいと思っても食べないものは食べないです。でもそういうのもね強要しないです。食べたいものを食べればいいし、ね、嫌なものは嫌だ、いいです全然。
いきます。ナスが熱いのでお箸で裂いていきます。このおまけで、これはだし汁とめんつゆです。まだ白くないね。美味しい？これはね、10割そばです今日の。ネギ塩かけたい。かける？ネギだけ。ネギだけ？でも野菜全体にかかっても美味しいね。ちょっと出します。なんか半熟卵あったら美味しかったかもね。まあいいや。今日はもういいね。お腹空いてるもんね。食べちゃうよね。YouTube を撮り始めて思ったんだけど、自分の癖がすごい見えてくる。そうね。言葉遣いもそうだし、姿勢とかもそうだし、口癖はちょっと気をつけるようになってた。でとかとかなんかねっていうのがすごい多かったの。で編集しててそれをカットするのすごい大変なのよ。でずいぶんなんかほらなんかとかさ言っちゃうんだなと思って。メタ認知でいいじゃん。メタ認知本当に自分を客観的に見ないと分かんないね。普通は気づかない。気づかない。俺ね、食べる時にさ、左手使ってください。癖だよな。そうそれも動画で見てさ気づいたでしょ。ね、自分って分かんないんだよね、やっぱね。人は気になるんだよね。自分は見えてない。見えてない。自分が見れる目とかってあったらいいけどね。それが YouTube。なるほどね。YouTube で。今すごい自分を見せられて見てる。またなんかとか言ってるとか。でそしたら妹のファビエンヌ、妹もなんかっていうの癖なの。なんか私とか同じだと思って。遺伝なのか、それとも周りがそういう口調で喋ってんから映っちゃったのか。遺伝か。ババのね。なんか私ってババも言う。だから口調は一緒だよね、みんなね。似るんだね。コロッケが美味しい。たまに食べると美味しいね。私も今日これツン入れた。美味しいんだ。美味しいね。コロッケ足りる？おかず。足りるよ。でもさ、YouTube 見てるときは、なおさんはやっぱ自分を見る？見るよ。こんな風にあんまり好きじゃない。どの辺が？全部？姿勢とか喋り方とか。でも気をつけるよね。自分が好きな人っているのかな？私好きだよ、割と。そう。なんで？私でよかったなって思うもん。自分の声が嫌いだったり。まあ完璧じゃないけど、でも基本自分が好きだね。物心ついた時から。いいね。今日なおさんおはぎ買ってきてくれたんでね。だからもうちょっと私物足んなくて今ご飯食べようか迷ったんだけど、おはぎがあるなと思ってやめとこうか。ご飯はやめとこう。これちょっと半分こっていうかさ、ちょっとお味見ちょうだい。これずんだはなおさんが好きなんだよね。はい、どうぞ。いただきます。
ずんだのさ、うんあんこってあんまり甘くなくて美味しいじゃん。うんちょっと塩気も効いてて美味しいよね、うん、美味しい。ねスーパーのやつうんさ娘がねなんかうちの兄弟はみんなナルシストだって言ってたうんみんな自分が好きあなたに似たんじゃん。うんそうだと思う多分おじいちゃんみたいなおじいちゃん。うんそうだと思ナルシスト。うナルシストだよね私の父がねめっちゃナルシスト。ナルシストだよね若い時の写真なんかみんな俳優さんのプロマイドみたいな格好してねポーズ取ってるねあどれか見つけたらこう YouTube のこの辺に載せます確かあったよなんかうんそれも遺伝かもねなんか俳優になろうとかそういうのは思わなかったけどいやもちろん体型だってさ全然ねモデルさんとか見たらいいなとかはあったけど君でも基本自分好きだね自分が嫌いっていうのは受け入れられないってことうんでも奈緒さんもさ子供の時おしゃれしたりさ、うんああいうのも結構自己表現で自分好きだからだと思うんだよそうねだよね。ねこの頃誰も赤い靴下なんか履いてないのにさ赤い靴下履いてよく言ってたねたもうアイドルが出始めた頃ね。うん80年代のアイドル。マッチとかうんトシちゃんとかトシちゃんとか。ああいう人たちがもう赤い靴下とかさ履いてたじ社会に出ると無難でいようとする洋服から何からゃん。そうね。でそういうのにハマってってなんか違うなっていうので嫌いになっちゃったのかな自分嫌いってわけじゃないけどこうなんか違うな嫌だなみたいなでもそれはおしゃれをすればいいって問題でもないってことそう違うそうじゃない。うんやっぱり自分が嫌いなんだろうな。自分自身をうんで自分の声とかさ、うん自分自身がね、うんがあんまりやっぱり好きじゃないんだよね。自分が見えない部分ってあるじゃん。例えば横顔が好きじゃない。うんでなんで好きじゃないかって言ったら、うん自分の横顔って見れないじゃん。映ってもだから映った横顔は好きじゃない。ああ自分の声が好きじゃでも普段見慣れないからだよねそれない。それもあるかも見ね。慣れないから受け入れられないみたいな感じそうかもね。でもそれで言うと私もうんインスタだけの時は必ず加工してたの写真をね肌きれいにしたりでも YouTube にしたらなんかそれやってらんなくてなんかもういいやってなったんだよで加工をやめてだって他の人はこの私を見てるわけじゃんねだから自分しか気にしてないんだなってそうだ思ってから、俺もそうなの。自分だけなんだ、気になってるそうなんだよね、だってみんなは見てるわけじゃんこの横顔から何から、見慣れてるっていうのね人生は自分探求しかないってことかなまとまったか分かりませんがはいそれでは今日の動画はここまでとなりますご視聴くださりありがとうございましたそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。